ロシアの侵攻によりウクライナの人々が県内に避難してきて半年が過ぎました。現在県内には30人のウクライナ人が避難していますが、そのうちの1人、日本の伝統を受け継ぐ職人になった男性を取材しました。別府市にある別府兵務センター。襖や畳の張り替えなど内装工事を手掛ける会社です。12人の職人が働いています。その中にウクライナから避難してきた男性の姿がありました。ウクライナ東部ドネツク州出身のデニス・クラリカウスカスさんです。今年の2月、ロシアによるウクライナ侵攻が始まり、デニスさんが住むドネツク州は大きな被害を受けました。辛いです。侵攻が始まるまではビジネスをして豊かな生活で安心して子供を育てていました。毎日が希望にあふれていました。しかし侵攻で一瞬にして全てを破壊され失ってしまいました。戦争によって日常が一変、国外への避難を余儀なくされます。 NPO 法人ビューティフルワールドの仲介で今年4月、家族と共に別府市に避難してきました。別府に来ておよそ4ヶ月、ハローワークの紹介でこの別府兵務センターに正社員として勤務することになりました。テレビニュース等でですね、こういう戦争のことは毎日流れてるんで、社員の本当非常に温かい理解と協力があって、こういうふうに実現いたしました。特別、反対の声はありませんでした。ウクライナでは内装業の工務店を経営しながら自らも職人として働いていたデニスさんですが、畳に触れるのはもちろん初めてです。この職場は内装関係の仕事です。畳というものが日本にあることは以前から知っていました。内装業をやっていた私にとっては興味があったし、近い仕事だと思いました。就職して3ヶ月、技の習得は順調なようです。単位が全く違うもんで、なかなか習得は難しいかなとは思ってたんですが、吸収力が早いって言って、やっぱ日本人よりもすごいんじゃないかということを評判聞いてます。仕事覚えも早いですし、何よりも自分の頭で考えて率先して動こうとしますから、ある意味私もいい刺激を受けてますね。調整を入れる順番を間違ったら逆に入らなくなります。仕事の打ち合わせは翻訳アプリやジェスチャー、図を書くなどして進めます。言葉の問題はありますが、あまり気にしていません。何らかの方法でコミュニケーションを取れば問題ありません。お客さんの家に納品するところまでが職人の仕事です。納品先でも先輩たちから教わります。畳の高さや上下が出ていないか、ずれていないか、置いた時にへりとへりが正確に合っているか、そして畳のはめ方などを渡辺さんから教わりました。きれいに畳がはまった時は気持ちがいい。正確に合わさった時が一番嬉しい瞬間です。
仕事がうまくいった時は最高だと感じます。別府市内で妻と息子とともに家族3人で暮らすデニスさん。自宅でも日本語の勉強は欠かせません。来週、今週、先週、先々週、各週、毎週、再来週。長期化する避難生活。家族と共に日本での暮らしを続ける覚悟です。これからは日本に長く住んで働いて、いつかは新たに家を借りたり買ったりしたいですし、何よりも安全な日本で子どもたちに良い教育を受けさせたい。デニスさんは今後の夢について話してくれました。ウクライナでは趣味でブドウを栽培していました。作るのが得意でした。できれば作りたいですね。いつか妻と小さなブドウ園を持って育てたいです。ブドウを育てる日を夢見て、別府での暮らしが続いています。